日の動画は自律神経失調症を改善するための私のお気に入りの方法を紹介します。はい、こんにちは。野村整骨院長の野村明夫です。自律神経失調症といえば自律神経の乱れから来る様々な症状。あなたはどんな症状で悩まれていますか？眠りが浅い、寝つきも良くない、眠れない、夜中に変な夢ばかり、そして朝早く目が覚めてしまうという睡眠関係ですね。体はだるいし、日中はすぐ疲れる、朝の食欲はないに等しい、頭痛、めまい、吐き気、喉にも何か詰まったような感じがする、胃もたれ、便秘下痢などのお腹の不調、肩こり、首こりはもう慢性になっている。低血圧ですぐに立ちくらみがするかと思えば、血圧が高くなる時もしばしばある。遅刻しそうになって駅の階段を駆け上がった日にはもう心臓がドキドキして、それがなかなか収まらない。体を動かしてもいないのに急に動悸がする時がある。そしてメンタルの症状といえば、毎日が億劫でやる気が起こらない、また何をやってもつまらなく感じる。少し持ち直す時もあるけどまた気がめいる。そしてため息もしょっちゅう出るようになる。いろいろと取り越し苦労が出てくるともうキリがなくなってくる。そしてこのような症状が心配になり、何か変な病気にかかってるんじゃないかと不安になる。こんな感じで日々悩まされる。このような症状で病院に行っても検査では異常が見つからないことが多く、そしてお医者さんの言葉といえば、異常ありませんねとか、気のせいでしょうとか、年のせいですねとか、こんなに辛い症状がいくつもあるのにどこも悪いとこがないみたいなことを言われると、当然納得できないと思います。私からすれば異常がないわけないんですけどね。病院で異常が見つからないと言われた方が当院に来られるんですけども、そのような方を見させていただくと、第一印象ですね、私は第一感と呼んでるんですけども、姿勢、歩き方、動作、顔色、その顔の表情、話し方、立ち方、座り方、背骨の歪み、骨盤のずれ、そして実際に体に触ってみると、首や肩、背中や腰の筋肉がガチガチになっている。血液やリンパ液の循環も悪くなってますし、脳脊髄液の循環も滞っています。呼吸も浅くほとんどしていない状態になっています。そうなんですよ、問題だらけなんです。これのどこが異常なしやねんと本音ではそう思うんですけども、自律神経失調症になる主な原因はストレスです。ここまではよく言われていますが、では自律神経はなぜストレスに影響を受けやすいのでしょうか。あまり言われていませんが、自律神経というのは今この時この場この瞬間が安全かどうかを判断しています。そしてもう一つ重要なことは、その人にとって安全かどうか、つまりあなたにとって安全かどうかなんです。ある人にとっては何でもないこと、平気なことでも、あなたにとってはとんでもなく危険に感じ、とてもストレスになることがあるということです。そしてこれは思考とも関係が薄く、考え方を変えるとか大丈夫と言い聞かせることはとても難しく、なぜならあなたの体がそう反応しているからです。これは自律神経が危険からあなたを守るためにそう反応しているだけなんです。不快な感覚を示すことであなたを危険から守ろうとしているだけなんです。ストレスを受け自律神経が反応すると、人は体を固めて守ろうとします。すると様々な循環に影響を与えます。循環というのは血液循環、リンパ液の循環、脳脊髄液の循環、そして呼吸、酸素と二酸化炭素の循環ですね。これらの循環が悪くなることで体に様々な症状が現れます。ですからこれらの循環を改善する方法を行えば、あなたの自律神経は整い、症状は改善されるということになります。はい、本日は4つ目の呼吸ですね。酸素と二酸化炭素、この循環を改善していく方法、ここにアプローチする方法を紹介します。一般的に呼吸というのは吸うことがメインになっていることが多いと思います。そして吐くことがおろそかにされている場合が多いんですね。当然しっかりと吸わなければ新鮮な酸素を体内に取り入れることができなくなるので重要なんですけども、その吸うにはまずしっかりと吐かなければなりません。しっかりと吐かないと吸うことができません。ですから本日はこの
吐くということを中心に行っていきます。あなたはこれまでにしっかりと吐くということをしたことがないかもしれません。ですから最初は慣れないので少し苦しく感じるかもしれませんので、そこは適宜少しずつ行っていただければいいと思います。ではその方法を解説します。約1分間でできる簡単なセルフケアになります。吐くと同時にですね、体をみぞおちを中心にこう丸めるだけです。そして吐き切ったら一瞬止めていただいて、最後もう一吐きふっと吐いていただきます。それを数回繰り返していただくだけです。じゃあ実際にいきますね。一回ね、軽く吸っていただいて、そして息を口からでいいのでね、ふーっと吐いてください。で、吐き切ったなーって思うと一瞬そこで止めて、そしてもう一吐きですね。と、口から軽く息を吐く感じですね。それを行っていただきます。で、もう一吐き吐いたらそのままもう吸っていただいて構いません。で、そうするとね、いつもよりたくさん吸えるような感じになると思います。吸うときはね、鼻から吸っていただいた方がいいですね。そしていっぱい吸い切ったら、今度は口からもう一度と吐き出します。で、体を丸めながら吐いていただいて、いっぱい吐いたなって思うと、そこで一瞬止めます。一瞬止めて、で、最後もう一吐き。ふっと吐いて、そしてまた一気に吸います。吸うときは鼻から吸ってくださいね。で、これをですね、最初は3回ほどで構いません。初めからたくさんすると、ちょっと苦しくなると思いますので、胸郭周りもね、結構使うんですね、この吐くっていう行為は。ですので、最初の1週間は3回ぐらいにしてください。そして次の週から5回にしていただいて、そしてさらにその次の週は7回っていう風に少しずつ増やしていただいて、で、最後10回までぐらいにしていただければいいと思います。10回しようと思うと結構大変だと思いますのでね、これを1日1回を目安にしていただければいいです。やる時間帯はもういつでもいいです。朝でも夜でも昼でも構いませんので、それをしていただくことで呼吸ですねがしっかりと吸えるようになりますので、そうすると酸素と二酸化炭素の循環も良くなります。体にも新鮮な酸素が入りやすくなりますので、ぜひ行ってみてください。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございます。またこの動画が参考になったと感じていただけましたら、チャンネル登録と高評価ボタンどうぞよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。